さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ミミズフォーラムの HX100G になります。こちらはなんと、GPU が搭載されたミニパソコンになります。GPU 付き。なので、ゲーミングミニパソコンになります。ゲーミングミニパソコン。実際触ってみたのですが、かなりすごかったです。ということで早速検証していきましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずこの HX100G の販売ページから見ていきましょう。販売の種類はメモリ 32GB 足す SSD1TB とメモリ 64GB 足す SSD1TB のモデルがあります。現在は売り切れ中みたいですが、おそらくすぐに再販されるかと思います。価格はメモリ 32GB 足す SSD1TB が18万1980円。18万。この後スペックを細かく紹介しますが、ミドルよりのゲーミングパソコンみたいなものですからね。メモリ 64GB 足す SSD1TB が19万9980円になります。価格差的に見るとこっちの方がメモリが 64GB なので良さそうですね。今回レビュー用にいただいたのはこちらのメモリ 32GB 足す SSD1TB モデルになります。そこから下はこのミニパソコンの特徴が書かれているんですが、HX99G という AMD Ryzen 9 6900HX が乗ったミニパソコンの紹介しかなかったんですよね。99と100は CPU が違うの？そうですね、単純に CPU が違うのと、99G の方はベアボーンキットも売ってるみたいです。で、この中で唯一参考になりそうなのがこちら、AMD Radeon RX6650M のところは 100G にも載っているのでご紹介します。こちらは7ナノメートルプロセスで製造されたナビ23チップを搭載した GPU で、演算ユニットが1792コア、GDDR6-8GB でメモリ帯域幅が 256GB 毎秒で 32MB のインフィニティキャッシュ搭載となっています。FSR や AFMF にも対応しているので割とゲームなんかもできる感じでした。ちなみに今回 HX100G に搭載されている CPU は、AMD Ryzen 7 7840HS になります。こちらは8コア16スレッドで、クロックが 3.8GHz から 5.1GHz、L2 キャッシュ 8MB、L3 キャッシュ 16MB、TDP は35から 54W のノート用 CPU になります。また AMD Radeon 780M も搭載した CPU なので、実質デュアル GPU、ミニパソコンって感じですね。まあ実際は GPU の方に持っていかれるんですけどね。では実際に開封をして中身を見ていきましょう。シュラララ。それでは実際に開封をしていきます。今回の外箱は黒と赤ベースの外箱でミニズフォーラムの中ではかなり大きめの箱となっています。開けるとまずは初期セットアップやらの紙たちが入っていました。これはミニズフォーラムでは定番の紙たちですね。その下にはミニパソコン本体と、さらにその下には付属品が入っていました。では付属品から見ていきましょう。まずは電源アダプターになります。こちらも普段のミニパソコンよりは大きめのアダプターですね。こちらは 19V、13.8A の 262.2W 出力のものとなっています。PSE マークもきちんと入っていました。続いては HDMI ケーブルです。こちらは長さが1メートルのものになります。続いてこちらはスタンド用のブラケットと台座になります。ミニパソコンを載せるスタンドなんですが、かなりかっこいいデザインです。こちらは後ほど実際に載せてみましょう。付属品は以上になります。では続いてミニパソコン本体も見ていきましょう。今回は黒ベースの筐体となります。側面はハニカム状の穴も開いており、ミニパソコンというには結構大きいなといった印象です。というか今までのがかなり小さかったのでは？それもありますし、GPU 付きとなるだけでその分大きくなってしまうので仕方がないところではあるかと思います。ではインターフェースも確認していきましょう。まずはフロントから、左からリセットボタン、USB 3.2 Type A、オーディオ、USB 3.2 Type C、電源ボタンとなっています。側面は排気口があるだけです。ただこちら寝かしておいた時の上面は穴が開いておりますが、底面側は穴が開いておりませんでした。続いて裏面は、左から電源、HDMI×2、USB4×2、USB Type A、USB 3.2 Gen 2×3、2.5G LAN となっています。USB4 も使用して最大で 8K 出力を4画面まで対応できるようになっています。8K モニターを4枚集める方が大変そうね。それはありますね。続いて大きさですが、こちらのミニパソコンのサイズは、205×203×69.3mm となっています。サイズ的にはお弁当箱ぐらいの大きさはある感じですね。スペックの確認もしていきましょう。まずは CPU から。CPU は、AMD Ryzen 7 7840HS で、8コア16スレッド。基本クロック 3.3GHz、最大ブースト、クロック 4.9GHz、2次キャッシュ合計 4MB、3次キャッシュ合計 16MB。
GPU は AMD ラデオン RX6650M になります。演算ユニットは28、グラフィックス周波数は 2222MHz。メモリは GDDR6 で 8GB、最大速度は 16Gbps、インターフェースは128ビットです。AMD の内蔵グラフィック、AMD ラデオン 680M も内蔵されています。あとはオプションで選べるメモリとストレージですが、今回は 32GB 足す 1TB モデルで、使用 OS は Windows 11ホームとなります。では続いて分解もしてみましょう。動かす前に分解しちゃうの？はい。シュラララ。それでは早速分解していきましょう。分解といっても、ストレージやメモリにアクセスできるところまでしかやりませんが。それって分解って言うの？まあまあ。ではまずは底面についている滑り止めを外していきます。こちらは両面テープでついているので、取り付けた際に新しく付けないといけません。特に予備のテープなどは入っていませんでした。2箇所の滑り止めを外すとこんな感じで4箇所ネジがあります。こちらのネジを外していきます。ネジが外せたらカバーを取り外していきます。最初、手でこじ開けられるのかなと思ったのですが、爪がしっかり入っていて外せそうになかったので、ピックなどを使って開けていくのが良さそうです。ここでピックを使い始めました。ではここからは10倍速でお送りします。10倍速？なんで？いやそれなんですが、この HX100G なんですが、かなり爪がしっかり入っていて、どこからどうやってもピックが入ってくれなかったんですよね。これって本当にそうやって開けるものなの？それしか方法がないのでとりあえずピックが入りそうなところをめちゃめちゃ探しています。やっとピックが入るところができたので爪を壊さないように外していきます。すべての爪を外せたらカバーが取り外せるようになります。ここまで20分ぐらいかかったので皆さんも開けるときはご注意ください。カバーを外せたらさらに内側のプレートを外していきます。ネジが外せるとプレートも外せます。こちらが内部となっています。メモリや SSD にもヒートシンクがしっかりついています。また空きスロットが一つあったのでこちらに SSD を増設して使うのも良さそうですね。この位置からだと CPU や GPU は見えませんが、こういう小さい中に押し込まれてる感もいいですね。何その変態発言。それではこちらを元に戻して、HX100G の性能を見ていきたいと思います。では起動までの時間も計測してみましょう。スイッチオン。こちらのミニパソコンはすでに初期セットアップや Windows アップデートを済ませた状態での計測となります。約6秒でロゴが出てきました。ということでデスクトップ画面まで約32秒で起動してきました。今までのミニパソコンだと20秒台が多かったので、GPU 付きとなったことで少し起動が遅くなったのかなとも思いますが、めちゃめちゃ遅いってわけでもないのでこのぐらいなら許容範囲かなと思います。続いてこちらがタスクマネージャーになります。まずは CPU。メモリ。GPU。SSD の速度も計測してみました。キングストン製の M.2 SSD が搭載されているみたいで、速度は書いてある通りで、最大発熱量も60度なので特に問題もなさそうですね。ではここからは性能の検証も行ってみましょう。シネベンチ R23。ではまずはシネベンチ R23 からやっていきましょう。ということで結果はこちら。今回も今までいただいたミニズフォーラムさんのミニパソコンと一緒に比較してみました。まずはスコアですが、マルチが16,450と16,812、シングルが1,780という結果になりました。今までいただいたミニズフォーラムのミニパソコンの中ではかなり性能の高い部類かと思います。ライゼン9 6900HX より高いじゃない。AMD7000 番台になってさらに強くなった感はありますね。こちらが最高温度とクロックになります。グラフが細かいのでよく見たい方は一時停止してください。今回のアイドル時は 29.4 度、最高温度でも 72.4 度と63度だったので冷却性能も十分ですね。クロックに関しても他に比べて高い数字が出ています。グラフじゃわかりにくいけどね。
ただ先ほどの CPU 性能に対してこの温度しか出ていないっていうのもすごいんですが、後ほど音量測定もしますが、かなり静かでした。では次はゲーム系ベンチマークをやっていきましょう。ファイナルファンタジー14。続いては FF14 ベンチマークです。設定は最高品質で 4K、WQHD、フル HD で検証をしました。では結果を見てみましょう。まずは HX100G の結果から、4K はスコア5612、平均 FPS38、最低 FPS25、WQHD はスコア12503、平均 FPS85、最低 FPS48、フル HD はスコア17428、平均 FPS123、最低 FPS61 という結果になりました。WQHD でもこの平均 FPS とスコアが出てるなら十分に遊べそうな結果かなと思います。続いてはフル HD でミニズフォーラムのミニパソコンでの比較となります。基本的に内蔵グラフィックのものが多いのですが、HN2673 はインテルアークが搭載されているモデルとなります。それと比べてもスコアがかなり高いのがわかるかと思います。続いて平均 FPS と最低 FPS ですが、こちらも内蔵グラフィック組とインテルアーク内蔵のものよりも高いのがわかります。HX100G がかなり強いのがわかるかと思います。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077になります。設定はウルトラでレイトレーシングはオフで計測しました。レイトレーシングがなくてもサイバーパンクは結構重たいですよね。では結果を見てみましょう。4K は平均 FPS20、最低 FPS18、WQHD は平均 FPS47、最低 FPS41、フル HD は平均 FPS79、最低 FPS66 という結果になりました。とりあえず設定ウルトラでもフル HD なら遊べそうですし、設定を下げれば WQHD でもいけそうかと思います。せっかくなので AFMF も試してみました。解像度はフル HD で、設定はレイトレーシングウルトラで行いました。あ、そうか、AFMF が使えるのね。そうなんです。普通に使うとレイトレーシングが入ったことでフル HD でもめちゃめちゃ重くなるのですが、映像を見ていただく通り、FPS がかなり上がっているのがわかるかと思います。ただこれ、AMD のソフトウェア上での数値しか上がっていないのでご注意ください。まあ映像を見る限りだと、AFMF を使えばミドル帯のものでもかなり快適に遊べそうな感じはありますね。では次。シティーズスカイライン2。続いてはシティーズスカイライン2になります。解像度はフル HD で設定は高にして、10万人の街での様子になります。やはりシティーズスカイライン、かなり重たいのはわかりますが、それでも 20fps は出ていたのでかなり頑張っているんじゃないかなと思います。確かに FPS が1桁とか余裕で出るゲームだもんね。快適ですかと言われたら、快適ではありませんが、できないことはないかと思います。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトです。解像度はフル HD で画面左側はダイレクト X12、右側はパフォーマンスモードで最高設定でやってみました。実際に戦闘も交えた映像となるのですが、ダイレクト X12 の最高設定でも平均 100fps 近く出ており、パフォーマンスモードは平均 200fps 以上出ているといった結果になりました。ただパフォーマンスモードは、最低 FPS が一時的に落ちる瞬間があるので、そこら辺は注意していただければと思います。では次。Apex Legends。設定はフル HD の最高設定で計測しました。まずは射撃訓練場から。一瞬で倒してやる。平均 FPS も最低 FPS もこのぐらい出てるなら問題なさそうですね。続いては実際の戦場にも行ってみました。フィールドや状況にもよるので、参考程度に見ていただければと思います。ただ最高設定でも平均190出ており、最低でも150ぐらいは出ていたので、フル HD なら十分に遊べる性能かなと思います。最低 FPS との差を縮めたい場合は、競技設定などにすればもっと快適に遊べるかなと思います。では次。動画エンコード。動画エンコードの時間も計測しました。解像度 4K の5分動画をそのままそれぞれのソフトで再エンコードした時の時間になります。結果はこちら。YMM4 が10分4秒、ハンドブレイクが7分55秒、プレミアプロが2分40秒という結果になりました。YMM4 などはソフトウェアエンコードなのでかなり時間がかかり、ハードウェアエンコードができるプレミアプロはかなり恩恵があるかなと思います。確かにこの時間差はすごいわね。検証中もあれ、もう終わった、ってなりました。では次。消費電力音量測定。アイドル時、シネベンチ中、FF14 ベンチマーク中でそれぞれ計測しました。消費電力についてはアイドル時で 40W 前後、FF14 ベンチマーク中でも 170W と、
かなり省電力なのがわかりました。また音量については、ミニパソコンから30センチ離れた位置で計測したのですが、どのタイミングでも30デシベル台で、かなり静かでした。正直、ミニパソコンであれほどの性能が出せたのに、ここまで静かだと感じたミニパソコンは初めてかもしれません。そんなに静かだったんだ。もちろん、ゲームの後など筐体を触るとほんのりあったかいなどはありましたが、それでも十分に CPU と GPU を冷やしながらも静音性を高めているのかなと感じましたね。はい、ということで今回は、ミニズフォーラムの HX100G をご紹介しました。あんた的にはどうだった？そうですね。これで十分、って思いました。案件でこれがいいって進めるのもあまり好きではないのですが、このゲーミングミニパソコンは本当にすごいなって感じました。AFMF もあるし、ちょっと足りなければソフト側で補ったりもできるので、割と使用用途が幅広く対応できるんじゃないかなと思いました。あんたがそこまで進めるのは確かに珍しいかも。まあ、たまには。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。またねー。